ちは、パンダマンです。今回はアイアンテックのピンクラバーをテーマにしたドールのアンボックスをしていきます。こちらのドール、身長は171センチで、ヘッドは S31BBM を使用しています。メーカー公式の設定はリーガルビューティーです。このドールのテーマは若さと恋愛前のときめき。特徴はいくつかはっきりと出ています。171センチのリアルなスーパーモデルプロポーションは実際の女性の骨格をベースに設計されているんですが、それに加えて全身にわたる精巧な皮膚のテクスチャーが施されています。そしてフルシリコン製でオイルの染み出しが非常に少なく、反発力が高く、見た目も非常にいいんです。続いてこのドールのスタイルを見ていきましょう。171センチのリアルなスーパーモデルプロポーションは完全に実在の女性の骨格構造に基づいて設計されていて、スタイルが良くても痩せすぎている感じはなく、身長の割に大柄に見えないのも特徴です。続いてこの S31 のヘッドを見ていきます。今回のヘッドはソフトヘッドで ROS 機能がついています。フェイスラインは流れるように滑らかで柔らかく、顎のラインははっきりしているけどススとすぎず、目の間の距離感も絶妙で、眉毛の形、鼻の形、唇の形も立体的で自然に再現されています。ソフトヘッドならではの触り心地がとにかく自然なんですよね。メイクは透明感もある仕上がりです。デート前の甘さとリーガルビューティーとしての上品さを完璧に両立しています。ベースメイクは薄付きで肌に密着し、全身の肌色とも統一されていて、肌本来のキメを隠してしまいません。アイメイクはサイドを押さえたアースから、そこに極細のダークブラウンのインナーアライナーを合わせることで、目元の立体感を強調。眉は一本一本がはっきりとした眉骨に沿って整えられています。鼻と頬には淡いピーチ色のチークがふんわりと乗せられていて、デート前の甘いときめきを秘めている感じが出ています。リップはサイドを押さえたマットなピンクで、潤いはあるけど主張しすぎません。メイク全体としてすごく上品でしながって、女性がデート前に見せる抑制しつつも期待に胸を膨らませる身長を見事に表現しています。肩幅は37センチでバランスが良く、鎖骨もはっきりしています。首のところにある2本の筋肉もちゃんと表現されていて、骨っぽさを強調しています。ティカップのバストは鎖骨から続く滑らかな曲線が美しく、大人っぽい上品さがあります。お腹周りは筋肉のラインとほんのりと出たお腹の自然な凹凸が感じられます。さらにキュッと締まったウエストラインが可愛らしいリアルさをプラスしています。頭と体のバランスも良く、体を動かすと皮膚が筋肉の動きに合わせて自然に連動します。上半身を見てみると、頭と首、肩、腹部のバランスが完璧で質感も統一されています。特に肩と引き締まったウエストが上半身のバランスの良さを生み出しています。そしてほんのりと出た腹部が上半身にさらにリアルさを加えています。続いてはこのドールの大きな特徴の一つ、アイアンテックの精巧な皮膚の質感表現です。全身の皮膚のキメの細かさ、再現度は非常に高く、一貫性があって途切れることがありません。部位によって本物の人間の皮膚の特徴に合わせた作り分けがされており、食感も視覚的にも非常にリアルです。手、腹部、膝といった重要な部分には実際の人間から型を取った皮膚質感が使われています。手の甲にはリアルな血管や筋が再現され、手のひらには手相や指紋のディテールまであります。腹部はきめ細かい皮膚のキメと自然な筋肉のラインを再現。膝はまるで本物の人間のようなシワが作られています。太ももや腕、首肩といった広い範囲には生体模倣皮膚が使われています。太ももにはうっすらと血管や淡いひび割れ、横方向の質感が見られます。これらの質感は薄く自然で決して主張しすぎません。動きの表現も非常に優れています。体を動かすと皮膚の質感が筋肉や関節の動きに合わせて自然に連動し、膝を曲げるとシワがその動きに合わせて伸びるのでリアルさが段違いです。続いてこのドールの柔らかさを見ていきましょう。軽く押すと少しへこみますが、
手を離すとすぐに元に戻ります。個人的にはシリコンドールとしては標準的な柔らかさだと思います。特別に一般的なシリコンドールより柔らかいというわけではありません。なので、オイルな染み出しの少なさも一般的なシリコンドールと同じ程度です。というのもオイルを多く入れれば入れるほど素材は柔らかくなりますからね。このピンクラバードールに付属していたウィッグ、結構可愛いと思いました。このドールの総重量は38キロです。何せ背が高いですから重めなのは普通ですね。足はハードタイプで自立しやすくなっています。足の指一本一本には骨が入っています。ただし、長時間の自立はおすすめしません。というのも長期間体重がかかり続けると、足の部分に圧力によるひび割れや変形など、取り返しのつかないダメージが生じる可能性があるからです。普段はドールを何かに寄りかからせたり、寝かせたりして製品を保護してあげてください。このドールの革新的なポイントをまとめます。まずは171センチのスーパーモデルプロポーション。肩と腰回りのバランスが良く、ティカップのバストが鎖骨との間に美しい三角形を作り出しています。曲線も大人っぽく、主張しすぎない自然なボリュームです。キュッと引き締まったウエストラインに自然な筋肉のラインとほんのり出たお腹が組み合わさることで、よりリアルで可愛らしいシルエットになっています。体全体のディテールは非常にリアルで、人間の肌の質感を再現。実際の人間から型を取った皮膚質感に加え、体を動かした際の筋肉の自然な連動が視覚的なリアルさを際立たせています。また、ヘッドの硬さや肌の色、爪の色など様々なカスタマイズオプションがあり、個々のニーズに応えられます。メイクは甘い雰囲気を見事に表現。淡いピーチのチークとマットなピンクのリップがより一層甘さを引き立てます。全体的な素材の柔らかさは標準的なシリコンの柔らかさ。ただ、そのおかげでオイルの染み出しはしっかり抑えられています。実際の購入価格は33万円です。この価格で171センチのリアルなスーパーモデルプロポーション、全身に皮膚質感が施されたシリコンドールが手に入るというのは、20万円台でも全身に皮膚質感がないドールと比較すると、このドールはかなりコスパが高いんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回の動画の全内容でした。もしこの動画が参考になったと思われたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。